皆さんこんにちは、ヨランダです。最近よく聞いたのはワイトレというものが車の運転にはすごく危ないと言われてます。実際ワイトレというものが車の運転する時の方向転換には、安全性を上げるそういうメリットも持っています。ワイトレが危なくなる原因はワイトレの材料と悪い取り付け方法の原因ですね。なのでワイトレの取り付け方法はすごく大切だと思います。今日はこのベルファイアでワイトレの取り付け方法を詳細で説明したいと思います。取り付け手順の詳細あるいは手順の略図はコメント欄の一番上のところにも目次を載せます。皆さんご覧ください。皆さんご覧の通りここのホイールは奥へへこんでいます。はい、早速ですが今日使う道具を紹介したいと思います。こちらはトルクレンチ、ソケット、パーツクリーナーとサンドペーパーです。あとは今日のキーワードワイトレです。さあ始めましょうか。前菜として先にナットを緩めます。こちらの第一歩はこのベルファイアを空中へ浮かべます。さあ飛べー。そしてナットを全部外し、これでホイール盗む計画完成します。次はすごく大切なポイントです。ハブのクリーニングはパーツクリーナーとサンドペーパーでやります。ホイールを人間だというととても完成な人です。ハブの表面に汚れやサビがついているとワイトレとハブがぴったりはまれませんので、運転するとワイトレが震えてしまって事故が起こりやすいです。今回お使いのワイトレはボノスというブランドのワイトレです。これを選んだ理由はこのワイトレのデザインですね。この花みたいなデザインはヒートシンクとして採用しています。冷たい空気はここから入って暖かい空気がここから逃げます。こういうデザインは私今まだ他のワイトレで見たことがありません。この面をご覧ください。この面でもローレート加工をしています。なぜならばこの加工によって放熱面積を拡大し、内部加工での応力も除去できます。するとワイトレの機械性能が高まります。それでは今日フロントは 15mm でリアは 20mm にします。さあワイトレをきっちり装置します。次お願いします。これだけ？だって私なんで女の子力がないもん。はい、ナットを留めていきます。このボノスワイトレの専用ナットで元々のボルトへつけます。どうしてこのナットをつけるというと、ほらこの専用ナットはワイトレのこの穴、このボルトパターンはぴったりはまっています。これで安定性を上げます。はい、次はホイールを取り付けます。私なんで力がない女の子のせいで3回出しません。最後に元々のナットでボルトを締めます。皆さんご覧ください。こちらは取り付け済みの鋼板です。元の状態より外に出ていますね。素晴らしい素晴らしい素晴らしいです。取り付け完了しました。頭から復習しましょうか。最初ナットを緩めます。そして車を空へ飛ばせます。次はナットを全部外しホイールにクリーニングしてあげます。キーワードのボノスワイトレを装置しボノス専用のナットをつけてホイールを取り付けします。最後に元々のナットでボルトを締めます。完成です。はい、今日の動画はここまでです。小さなクイズがありますが、ワイトレを選択する場合はホットセントリーとラックセントリーどちらがいいでしょうか。コメントで教えてください。